はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。立ち入り禁止、ポイ捨て禁止、駐車禁止、世の中にはたくさんの〇〇禁止がありますが、飲食店でする一番の禁止行為といえば、そうです。ソースの二度漬け禁止ではないでしょうか。今日はそんな二度漬け禁止の代表的なお店、串カツ田中に行ってみます。それでは、早速行ってみましょう。関東では早くも梅雨が明け、本格的な夏が到来しています。熱中症には本当に気をつけましょう。そんな中、いぶし銀2丸から初期払いをしましょうよと連絡が、たこ焼き食べたくないですかと謎の提案で連れてこられたのはここ、串カツ田中でした。たこ焼きから串カツ田中を連想するのはなかなかのトリッキーな思想で、常人には理解ができないです。気を取り直して、ここ串カツ田中は大阪伝統の味である串カツを関東圏を中心に直営とフランチャイズで外食チェーンを展開しています。2002年に創業した後、2008年に世田谷にて1号店をオープンさせました。イメージですが、関西で展開していたと思い込んでましたが、関東から大きくなっていたんですね。現在は全国1000店舗体制を目標に掲げ、直営、フランチャイズを含め全国で300店舗を達成しています。ちなみに今回行った串カツ田中はその1000店舗体制に向けて郊外への出店が鍵と考え、2019年にオープンした串カツ田中初のロードサイド店です。皆さんが想像する串カツ田中って居酒屋っぽい雰囲気ですよね。隣の席とかなり近くてテーブルも小さめでガヤガヤしている。このロードサイド店は3世代で楽しめる FR 型串カツ酒場をモットーに、居心地の追求、食事メニューの充実、利便性の向上に力を入れているそうです。まずはビールを注文。いただきます。串カツ田中といったらこのお通しのキャベツですよね。これをソースにつけて、キャベツは食べ放題なので配分を気にせずに食べられます。続いてクイックメニューの牛すじ土手です。味噌で煮込まれた牛すじは柔らかく濃いめの味でビールが進みます。ここに七味をかければ完成です。お次はガリトマト。甘酸っぱいガリとトマトの酸味が夏にぴったりです。これ家でも作りたいな。そして看板メニューの串カツ8点盛りです。玉ねぎ、エビ、紅生姜、レンコン、うずら、牛、豚、アスパラです。まずは一番存在感のあった紅生姜から。もともとソースはバットに入っていて机に備え付けでしたが、コロナの影響もあり今はボトルで使用するようになっています。二度漬け禁止の注意書きがないのが少し残念です。ちょっと変わり種にも感じる紅生姜ですが、紅生姜の酸味と衣がソースとよく合います。串カツ屋でなぜか毎回紅生姜食べちゃいます。どんどんいきます。レンコンです。この衣のサクサクとレンコンのシャキッとした食感、たまりません。レンコンって目立った主役じゃないのに、やるときはやる感じが頼りになります。続いて串カツ牛です。関東では串カツといえば豚のイメージがありますが、お肉自体が柔らかくパサつきもなくサイズ感もちょうどいいので、どんどん口に運んでしまいます。この大きさがずるいですね。あと1本食べたくなる絶妙な加減です。チェーン店の揚げ物って衣がサクサクしていなかったり微妙な印象がありますが、さすが串カツ専門店、しっかりとサクサクで熱々、どれを食べてもいつ食べてもオールウェイズで高い点数です。2杯目は大阪名物冷やし飴サワーです。水飴が入ったサワーで懐かしい甘みというか味がします。これぞ大人の駄菓子ですね。以前の二度漬け禁止スタイルではないのが寂しいですが、このボトルのソースなら何度もかけることができるので、あっという間に串カツ8点盛りを完食しました。ブッチャー的一番はレンコンです。そしていぶし銀2丸おすすめの自分で作るたこ焼きが運ばれてきました。鉄板にはラードが塗られた状態で、まずは火をつけて温めておきます。串カツ田中にはたこ焼きを食べに来るというまた妙なこだわりを発揮しています。つぶり方が尖りすぎて全く理解が追いつきません。と、そこに店員さんから QR コードを読み取り、アンケートに答えるとデザートがもらえるとのことなので、ブッチャーの乙女心がアンケートに答えることに。操作は簡単で1分ほどで完了しました。
これでデザートがもらえるなら何度でも答えちゃいます。ちなみにホルモン島田でも7月から公式 LINE のアンケートに答えるとドリンクが1杯サービスになるので、ぜひ公式 LINE 登録お願いします。たこ焼きに戻ります。生地を入れ、タコを入れ、こうやって自分で作るのは楽しいですね。ふとギンギン丸を見るとラムネを注文していました。まさかここまでがセットでたこ焼きとラムネでお祭り気分を味わっているのか。毎回思うけど飲食店の楽しみ方を完全に熟知しています。楽しみ方が2つ先の角を曲がっています。このたこ焼きを見つめる眼差し、まさに屋台で並んでいる少年の目。頭の中の BGM は盆踊りが流れて一気に少年時代にタイムスリップしたような感覚です。たこ焼きがいい感じにできたのでネギをかけて特製のたこ焼きソースをかけて完成です。これネギって中に入れるのが正解ですか？なるほど。だしと醤油の味が大阪風のたこ焼きに仕上がっています。またこの甘辛なソースが相まってうまい。これは確かに知る人ぞ知るメニューかもしれません。続いて牛生ハムユッケです。卵を絡める作業はいつ何時やっても興奮します。生ハムって基本豚ですが、この牛の生ハムの食感は赤身肉にかなり近く、キャベツに乗せて食べても間違いがないやつです。次に頼んだのはチンチロリンハイボールです。お願いします。これあるとやりたくなっちゃうんですよね。2個のサイコロを振って奇数ってことで来ました。田中の元サワーメガジョッキ。このチンチロリンは2個のサイコロを振って出た目がゾロ目で無料、偶数で半額、奇数でメガジョッキという画期的なシステムです。メガジョッキだからといって損した気分にならないのが不思議です。今回のブッチャーズアゲインはレンコン。あと4本はいけそうです。そろそろお腹もいっぱいになってきたので締めいきます。串カツ田中は串カツと並んで名物なのがこの田中のかすうどんです。見てください。この綺麗なビジュアル。見た目から優しいのが伝わってきます。優しい出汁に油かすの旨味が溶け出し、もっちりとした麺を優しく包んでくれます。油っぽいかと思いきや全くそんなことありません。ここでブッチャーの乙女心の時間です。今日はもちろんこれデザート3姉妹です。なんとこれ雪見大福、クッキー&クリーム、バナナの串カツです。雪見大福はオンとレイのタッグ、クッキー&クリームは甘さと衣のサクサクがマッチ、バナナも同じくサクサク衣がしっとりとしたバナナと合い、チョコレートをかければ甘さを引き立ててくれます。これは以前動画でもやったフライドバターを彷彿させるジャンクなデザートですね。でもこれでいい。いや、これがいい。美味しいものは脂肪と糖でできている。脂肪と糖は美味しさでできている。忘れてました。アンケートに答えたことを。キンキンに冷えた雪見大福が体をクールダウンさせてくれて完全に整いました。ファミリー向けにも作られた店内は清潔感があり、テイクアウトメニューも豊富で充実していたので使えるシーンが幅広い気がします。また今回強く思ったのは大阪行きてーです。大阪ならここってお店があったらぜひコメント待ちしてます。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。串カツ田中いかがでしたか？しっかりレジ横の串カツソース田中もお買い上げしました。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。